新年明けましておめでとうございます。ニケからのお年玉をどうぞ。おはいえなし、年始ぐらいゆっくり雑に食えばいいのに、当チャンネルでも以前ご紹介したニケがゴリゴリ新コンテンツをぶつけてきたので、今回はそちらをご紹介します。とはいえニケ知らんわって方もいらっしゃると思うので、動画の構成としては勝利の女神ニケって何ってのをご紹介した後、年始にぶち込んできたコンテンツたちを3点ご紹介、そしてこれは私の独断ですが、ちょっと前に追加されてる神アップデについてもご紹介します。もしご興味が出てきたら概要欄のダウンロードリンクからぜひダウンロードください。早速本編どうぞ。勝利の女神ニケとはスマートフォン向けの縦画面 TPS ゲーム、つまり第三者視点のシューティング形式のゲーム。スマホ向けとは言いつつ PC からでもプレイは可能。私も PC でプレイしてます。コンセプトワードは背中で見せるガンガール RPG。 ざっくりあらすじをお伝えすると、ゲーム開始時点で人類は地下の奥深くアークと呼ばれる住処に追いやられていて、プレイヤーは指揮官として少女型のヒューマノイドであるニケを指揮し、人類を地上から追いやった謎の生命体ラプチャーに立ち向かうことになります。シナリオを進めていくにつれていろんなニケと出会い、多くのニケや組織と相対していくにつれ、単純にラプチャーぶっ倒そうって話にとどまらず、ヒューマノイド兵器であるニケたちの存在意義や人間性、はたまた人間社会の腐敗みたいなところもテーマ性として絡んできます。リリースは2022年11月ですから、稼働年数としては動画投稿時点で3年経過。2025年2月にはモバイルによる収益が10億ドル突破。日本初の人気 IP とのクロスオーバーも積極的に展開しています。そういった経緯につき、ニケという名前だけは聞いたことある方も多いのではないでしょうか。かくいう私もその一人で、ある日 X にこの子が流れてきて、あまりにもドタイプすぎて、やるかとあえいでいたところ、続けて押し寄せてきたこの子も好きすぎて脳みそ焼かれて、気がついたらインストールしていたというのが私とニケの出会いです。この前の東京ゲームショウ2025でもリアル10連ガチャを引きに行き、今このボイスを収録している隣ではドロシーセレンディピティのマグネットプレートが私に微笑んでくれてます。それではニケについてご紹介したところで、じゃあ年末年始にどんなコンテンツ提供されたのってところを3つご紹介します。年末年始実装コンテンツ。1つ目、新フルボイスストーリーイベントアークガーディアン。アークが舞台ってのはさっき言った通りですが、そのアークが創設される前の話で、もっとちゃんと言うと1周年記念イベントのレッドアッシュと 0.5 周年記念イベントのオーバーゾーン、この間の話で1周年のレッドアッシュ、今回3周年超を迎えたタイミングでのアークガーディアン、そして 0.5 周年のオーバーゾーン、こういう時系列です。いやらしい実装順。長くストーリーを追いかけてきた指揮官からするとまさに待望の幕開。ちなみにレッドアッシュやオーバーゾーンといった過去イベントの話は全焼基地、コマンドセンター、階層、アーカイブから参照できるので、そういえばあの辺ってどうなんだっけって記憶が曖昧なところがあれば改めて視聴できますし、いや2期始めたばっかなんだがって人も早々に前後の話含めて視聴できるのでご安心を。で、何を隠そう、私自身も去年から2期を始めた身なので、この日に向けて事前にレッドアッシュとオーバーゾーンを読もうと思い、視聴者の一人であるベテラン指揮官からは、正月や周年イベントに激打ち展開持ってくるのが恒例になってるから我々も覚悟決めて読んでるんですよって言われて、ふーんぐらいにしか思ってなかったんですが、実際に2つを読んだ結果、この間の話なんて重いに決まってんだろと憂鬱な気持ちになり、そして今回アークガーディアンのパート1を読んで、そりゃそうだよなっていう気持ちになってます。私さっき言った通りドロシーめっちゃ好きなんで、今回はスノーホワイト氏の作品かなって思ったら、ドロシーとグレンが割とがっつり乳くり合っていて、当初ニコニコしてたんですが、もうほんとこれぐらいで、あとはもうネタバレを避けるなら、合理的な考えの持ち主なのに結局情を捨てられないオズワルド、ぐらいしか言えません。確信に触れない上で挙げるなら、ベテラン指揮官からすれば長年気になり続けていたであろうことがちゃんと触れられていて、例えばスノーホワイトの思考転換っていうのはニケの脳みそがショックとかストレスで攻撃的な性質に変貌しちゃうことを言うんですが、その話だったり、人類が初めて制作した最初で最強のニケであるリリー・バイスの死だったり、そういう意味では1周年のレッドアッシュ、これ 0.5 周年のオーバーゾーン、やっぱ期間空けてこの構成ができることにニケのストーリーの強さを感じますね。要するに0.5 周年の時点、少なくとも1周年の時点ではこの幕開のストーリーのプロットがすでにできてたってことですよね。こういう小刻みにリリースを繰り返す長期運営型ゲームってメインシナリオも短編集になりがちなんですけど、ニケって大体もうなんか大きな枠組みができていて、なんかだからこそなんていうのかな、提供される物語に急場しのぎ感が全くなくて、必然性や納得感がある、だからこそ没入からのニケのストーリーはいいっていう評判になるんだろうなと感じました。このアークガーディアン4つから構成されていて、ストーリーイベントパート1、ストーリーイベントパート2、チャレンジステージ、新年イベントアニメーション、この4つ。今私が触れたのはストーリーイベントパート1だけでの感想です。なぜならストーリーイベントパート2は1月6日解禁で、普通に私もまだやれてないからです。早くやらせろ。そして4番
番目の新年イベントアニメーションはストーリーイベントパート2が終わらないと見られません。つまり今これを収録している現状、私は4もお預け食らってます。いや見せろよ。というわけで現時点ではあとチャレンジステージしかできないので、チャレンジステージで我慢したりますか。これはいつもの形式でステージ制、1日1回チャレンジすることができ、各ステージ初回クリアするたびに報酬がもらえます。チャレンジステージと銘は打っていますが、比較的サクサク倒せるかな。ありがたく報酬いただいちゃいましょう。新規コンテンツ1つ目のストーリーイベントの紹介は以上です。新規コンテンツ2つ目、新キャラ実装、その名もスノーホワイトヘビーアームズ。まあそらそうよな。アークガーディアンでこんな活躍してるんだし。しゃあ引くぞ。私アホなんでガチャ回し切った後に取り忘れていたことに気づいたんですけど、今表示してるアカウントは私のプライベートのアカウントなんですが、もともとチケット71枚、ジュエル7200個持ってました。ジュエルをチケットに換算すれば24枚なので合計95枚。まあだいたい100枚ですね。これ全部配布です。配布量えぐくない？例えば他のゲームにおいても新規がメインシナリオ突っ走って最新まで追いついて100枚ゲット。ただあくまでメインシナリオを追った成果なので、ここまで一気に5リットガチャアイテム貯められるのは1アカウント1回だけ。点だったらいろんなゲームでありますけど、今回ログインするたびにくれるやつとか特別放送の時の配布コードとかを入力してちまちま貯めてこれです。ニケは配布量がえぐいっていうのは視聴者もよく言っていて、まだニケをプレイしていて日が浅かった前回の紹介動画の時点ではまだピンときてなかったんですけど、ようやくきちんと実感できてます。配布量はピカイチだわ。というわけでゲット見ていきますか。お姉ちゃんを冒涜したクイーンを必ず倒す。いやボリュームよな。走行の方ですよ。前回のスノーホワイトもご覧の通りなかなかだけど、今回はクリックした時の走行のガシガシ動く感じがレベルアップしています。この作り込みは素晴らしい。声優は真央さん、最近いろんなゲームでお見かけしますね。食料保管用のケースを装着しろだと。弾薬やミサイルを積んだ方がはるかに有益だ。その割にはこのスペシャル表情何なんですかね。ただアークガーディアンでセシルも言ってたけど、体の傷が痛々しい。こんな彼女に腹いっぱいご飯を食べさせられるキャンペーンが開催してればな。射撃モーション見てみますか。この隠れてる時のキューっていうチャージ音が気持ちいいですね。撃ってみるか。背中で見せるガンガール RPG。ニケにはプレイヤブルキャラ全員に SD モデルが用意されています。かわいい。あとやっぱバーストスキルのカットシーン見たいよな。ちょっと見てみましょう。全身全力砲撃開始。フルアクティブ貫け。は？きっつ。フルバーストじゃねえわ。私普段使いしてるキャラだとバーストスキルの時あうーとか言ってるから落差で風邪ひくわ。ちなみに私一番好きかも、このカットシーン。交戦中に頭に巨来して感情高ぶってフルバーストに至るってのは、ストーリーとバトルシステムがうまいことシンクロしてるなと思います。いいキャラだ。ていうかいいストーリーがあるからこのバトル中の手触りも良くなるんだろうな。性能はこんな感じです。後でもう一回言いますが、私はキャラクターは壁で引けがモットーなので、性能の言及は控えます。各自で参照ください。スノーホワイトヘビーアームズの紹介は以上で、この他にも新年スペシャル再募集ということで、ラピレッドフードが復刻。2025年の年明けを飾ったニケなので約1年ぶりの復刻ですね。基本的にこういうキャラは壁で引けが私のモットーなので、あんまりゲームとしての強さについて言及したくはないとは思いつつ、ラピレッドフードは現環境における最強格のニケです。スノーホワイトと一緒に組んなよ。この機会を逃すな。さらに新コスチュームも3体実装。アリス、メルヘンドリーム、クエンシー、エスケープクイーン、マスカレードスワン、エマ、タクティカルアップ、シークレットセラピー。エマやんけ。家なしはさっき言った通りエマが大好きです。先にエマから見よう。もし疲れてるならこれを飲んでみて。私が作った栄養ドリンクよ。声すこスリット。他のキャラも見なきゃ。クエンシー、エスケープスイン、マスカレードスワン。みんな仮面をつけてるから正義の怪盗団みたいね。これはバレリーナ。そして足元には白鳥の姿。つまりアリス、メルヘンドリーム。ここにはウサギさんのお友達がたくさんいますね。
可愛らしい純白のミニドレス、噂ではバーストスキルのカットシーンも専用のものに変わるらしいぞ。ゲーム内でもチェックできるので、もっとガン見してって方はゲーム内から心ゆくまでガン見してください。注意事項としてエマもクエンシーもアリスも別バージョンがいるニケです。このコスチュームに合致したバージョンのニケを所持しているか確認しましょう。ちなみにコスチュームも3着再販があります。それぞれ10秒ほどざっくりお届けします。ヘルム、シャンデリアライト。これはおもちゃの剣よ。本物じゃないから怖がらなくていいわ。ギロチン、ダークトレーサー。受け止められるか？我の中に渦巻くあれを。マクスウェル、メカニックホワイト。ベビー、テストしに行こう。一指揮官としてはみんな戦場に出るということを踏まえた上での合理的なコスチュームなのかと言われればそこについてはノーコメントですが、可愛ければよし。ニケはキャラやコスチュームが多い分復刻期間は比較的長めです。推しキャラの衣装は今抑えろ。新規コンテンツ2つ目のキャラとコスチュームの新規実装復刻の紹介は以上です。新規コンテンツ3つ目はゲーム内ではなく SNS 上のちょっとしたイベントなんですが、スノーホワイトのお腹が空いた。スノーホワイトは新たな挑戦に備えて装備を調整中。夢中になりすぎて気づけばお腹が空いたようです。ということで今 X で間もなく100万フォロワーを達成するニケの公式アカウントをフォローし、ハッシュタグフィードスノーホワイトをつけて年越しに食べたい料理の写真、あるいは配布素材で編集した画像を投稿すると抽選で15名の方に Uber のギフトカードをプレゼントするキャンペーンを開催中です。じゃあ私もやるか。ちなみにスノーホワイトは食に貪欲で地上では食料の調達が困難なのもあってサバイバル術の一つとして昆虫食も詳しい。っていうかなんならイモムシとかクモもごちそうと捉えちゃってるんですって。なるほどなるほど、昆虫食ね。だとしたらもう一択ですよね。バーン山形牛。昆虫食がごちそうなんてのは大会を知らない河津の発想。ド直球にこういうもんを与えたらほっぺた落ちて今後昆虫食には戻れなくなるだろう。そういう意味ではスノーホワイトにとっては私は残酷なことをしているのかもしれない。しかしこれは実際に私が白目向きながら大晦日に買った肉で、私はぶっちゃけ赤身の方が好きなんですが、きっとスノーホワイトはこういう分かりやすく白い霜を振ってるやつの方が好きだと思い、バイオ意識してちょっとこういう肉を買っちゃったっていう舞台裏。バイオ意識するならタッパー外せ。皆さんもぜひご参加ください。本キャンペーン期限は1月14日までなのでご注意ください。年始にニケから提供されたコンテンツやキャンペーンについては以上です。そして最後に完全に私の独断で1個ご紹介。前回のニケの動画で私は一つニケをディスってます。何だったかというと、ニケはストーリーがめっちゃ面白いのに割とちゃんとキャラ育成しないと進められない。しかもキャラ育成には時間というか日数がかかる。つまりストーリーを進めるのにも日数がかかる。もっと一気に読ませろやって話解消されてるんですよね。2025年11月にニケは3周年を迎えたんですが、その時にもともとストーリー進行には難易度ノーマルとハードしかなかったところ、ストーリーに集中するためのマイルドな難易度が追加されました。これはマジででかい。私もキャラ育成が追いついていなかったためにストーリー途中から進められなくなっていた。正確には超強力なお試しキャラが1日数回だけ使えるので、その回数分しか進められなくなっていたんですが、その力を借りずともゴリッと進められるようになったので一気に進められるから没入感も上がり、やっぱニケストーリーほんまちゃんとしてるわって去年11月に興奮したんだけど、でもこの話一つで動画化するほどじゃねえかなってやきもきしたまま過ごしてきたので、すかさず今回この話をぶち込ませていただきました。リリースから3年以上経過してベテランの風格が漂いつつあるニケですが、今挙げた例のようにきちんと新規が現実的なスピードで追いつけるようにするための工夫を随時凝らしてくれてます。基本プレイ無料ですので、気になった方は本動画の概要欄からぜひゲームのダウンロードと公式の各種 SNS フォローをお願いいたします。私も今後もゆったりとニケを楽しみますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんもニケも今年もよろしく。おつゆなし。